こんにちは。見に来てくれておおきに。今日は15センチ角のリンゴのコースターを作るで。小さな歯切れをパズルみたいに当てはめて作っていくね。ほな、早速作っていきましょう。型紙から作っていこうか。17センチの正方形です。端から 2.5 センチのところに印を書くで。上の部分だけ4センチに印を書きます。この四角の中にリンゴを描くイメージやねん。中心に線を描いて左右対称になるように描くで。中心をカッターで弱くなぞると厚紙でもきれいに折り曲げられるからな。2枚重ねた状態でカットしていくで。17センチ正方形の布を表面を上にしておいて、その上に同じ大きさの接着芯をのり面を上にしておいたら、さっきの型紙でリンゴを描くねん。描いた印をミシンで縫うで。1センチほど縫い代を残してくり抜くねん。縫い代に切り込みを入れるで。そしたらひっくり返して接着芯を裏に持ってくるねん。キルト綿も同じ17センチ。ここにも型紙を置いてリンゴの印を描くで。小さめの歯切れ集めてきた。真ん中あたりに一つの小さな歯切れを置いて、そこから次々と重ねていくで。布端を 0.5 センチくらい折ってから重ねてな。キルト綿にそのまま縫い付けていくで。濃い色は
透けて見えることがあるから余分なところはカットしたで。こんな感じでパズルを当てはめるようにつなげていくで。2つの辺を折って重ねるのもありやで。リンゴの形を置いてやったらバランス取りやすかったで。クレイジーキルトは同じ人がもう一度作っても同じ形には作れないと思うねん。世界に一つのキルト、ぜひ作ってみてほしいです。裏側に縫い代1センチの印を描いたで。角は丸い方が可愛いかな。重ねる順番と表か裏に注意しておいてな。印の線をぐるっと一周縫うねん。縫い代を 0.5 センチくらいに切り揃えてな。
そしたらひっくり返すで。形整えてな。二つ折りタイプのタグを挟んでみたよ。0.2 センチくらいを一周縫うで。縫い始めは葉っぱで隠れるところがええかな。葉っぱと木の枝はフェルトにしてみたで。4センチ角を半分に折って切ってみたけど、あかん、大きすぎた。いや、向き変えても大きいやろ。一回り小さくカットしたで。ええ感じ。下になる木の枝から縫って、後から葉っぱの周りを縫うで。完成です。グッドボタン、チャンネル登録待ってるで。おおきに、またねー。